こんにちは。さて、今日のテーマはブレンダー。現代科学ではめちゃくちゃ重要なツールなんですけど、これについてちょっと深く掘り下げていきたいと思います。早速見ていきましょう。お薬って体の中で本当にどうやって効いてるんだろうって考えたことありますか？この素朴な疑問が実は今日の話のど真ん中につながってくるんですよ。で、その答えの鍵を握ってるのが僕たちの体の中にいる無数の小さな働き者たちなんです。そう、それが酵素なんですね。酵素っていうのはタンパク質の一種で、言ってみれば体の中で起こるほとんど全ての化学反応を動かしている、そういう存在です。で、私たちが普段使うような薬の多くも、実はこの酵素を狙い撃ちにしているんですよ。じゃあまずは健康な時も病気の時もこの酵素っていうのがどれだけ大事な役割を果たしているのか、そこから見ていきましょうか。実はですね、酵素って皆さんのすごく身近なところにあるんです。例えば、健康診断の結果で AST とか ALT っていう数字見たことありませんか？あれ、実は肝臓にある酵素の量を測ってるんですよね。あと、心筋梗塞の診断では CK っていう酵素がすごく重要な目印、つまりマーカーになります。こんな風に酵素って私たちの健康状態を教えてくれる大事な窓みたいなものなんです。でもですね、こんなに大事な酵素なのに、その研究には一つとっても大きな問題があったんです。これ見てください。酵素に関する科学論文ってこれまでに15万本以上もあるんですよ。もう情報の津波、いや情報の海ですよね。一人の研究者がこの中から本当に必要な情報、たった一つを見つけ出すのに下手したら何ヶ月、いや何年もかかってたかもしれない。まさに星坂の山から針一本を探し出すような途方もない作業だったわけです。じゃあこの広大な研究の海の中からどうやって大事な情報を見つけ出せばいいんでしょうか。この課題を解決するためにある強力なツールが生まれたんです。そう、それが今日の主役です。その情報が多すぎるっていう問題に対するまさに決定的な答え、それがブレンダなんです。ブレンダっていうのはもうシンプルに言うと世界中の酵素に関する情報を全部集めたまさに酵素の百科事典みたいなデータベースです。研究者が必要とするありとあらゆる情報がここにギュッと詰まってるんですね。で、このブレンダの歴史がまた面白いんですよ。これもともとはね、分厚い本だったんです。それが時代の変化とともにインターネットで誰もが見れるデータベースに生まれ変わって、で、今では最先端の専門家システムとしてどんどん進化を続けているってわけです。じゃあ、ブレンダはどうやってこんなに膨大で、しかも信頼できる情報を集めてるんでしょうか。その秘密にちょっと迫ってみましょブレンダの凄さは2つのやり方をうまく組み合わせてるところにあるんです。一つは人間の専門家が科学論文を丁寧に読んで質の高いデータだけを抽出するっていう、ゴールドスタンダードとも言える手作業。でももう一つは AI みたいな自動化されたアルゴリズムがものすごい数の論文をスキャンしてどんどんデータを見つけてくる方法。これによって網羅性を確保するんですね。つまり人間の専門知識と機械のパワー、両方のいいとこ取りをしてるわけです。じゃあ、その百科事典の中身はっていうと、これがもう本当に宝の山なんですよ。例えば、酵素反応速度論。これは酵素がどれだけ早く働くかっていうデータで、薬がどれくらいの速さで効くかとか、どれくらいの量を使えばいいかを決めるのに欠かせません。あと、阻害剤の情報。これは酵素の働きを邪魔する物質のことで、薬を設計する上での、ヒントみたいなものですね。そして何より大事なのが疾患との関連。どの酵素がどの病気と関係しているのか、これがわかるんです。それ以外にも体の中のどこにあるのかとか、どんな形をしているのかっていう 3D 構造の情報まであって、しかも KEGG とかユニプロトみたいな他の有名なデータベースともしっかり連携してる。もう研究者にとっては至れり尽くせりですよね。さて、これだけすごい情報が集まった百科事典が、じゃあ具体的にどうやって私たちの命を救うのか。その一番エキサイティングな使い道が新しい薬を作る、つまり創薬の世界なんです。これすごくわかりやすい例えですよね。体内で起こる薬の交通渋滞を予測するための地図。薬って狙った酵素だけに効けばいいんですけど、時々関係ない他の酵素にも影響を与えちゃうことがあるんです。
これがいわゆる副作用の原因になったりする。ブレンダはそういう予期せぬ交通渋滞、つまり副作用が起きないかを予測するためのめちゃくちゃ重要な地図の役割を果たしてくれるんです。ちょっと新しい薬が生まれるまでの旅を想像してみてください。まず、研究者は病気の原因になっている悪役の酵素を見つけますよね。次に、ブレンダを使って、その悪役の弱点とか特徴を全部調べ上げるんです。そして、そのデータをもとに、悪役だけを狙い撃ちできる化合物を設計する。で、最後に、その薬が関係ない酵素とぶつかって交通渋滞を起こさないか、つまり安全かどうかを、またブレンダでチェックする。こういうデータに基づいたアプローチのおかげで、昔は何十年もかかっていた薬作りのプロセスがものすごく早くなったんです。つまり重要なのはここです。BREU だっていう、いわば羅針盤があるからこそ、私たちはより効果が高くて、しかも副作用の少ない薬を手にすることができるようになったということなんです。これって私たち全員の未来にとって本当にすごいことですよね。でも、ブレンダがもたらす影響って、今の薬作りだけじゃないんです。もっと先の未来の医療の形そのものを変える力を持ってるんですよ。まさにこの言葉通りですね。未来の医療における大発見のための宝の山。ブレンダに眠っているデータは、私たちがまだ知らない新しい治療法とか診断技術を生み出すための可能性の塊なんです。その一番わかりやすい例が、個別改良。パーソナライズドメディシンですね。例えば、同じ薬を飲んでも、すごく効く人もいれば、副作用が出ちゃう人もいますよね。あれって実は一人一人酵素の働き方がちょっとずつ違うからなんです。ブレンダの膨大なデータはその個人差を解明する大きな手がかりになります。いつかあなたの遺伝子タイプだとこの薬が一番効きますよって一人一人に合わせて薬が処方される未来が来るかもしれない。その未来への扉を開く鍵がブレンダの中にあるんです。未来の病気の治療法は今日のデータの中に隠されているかもしれない。ブレンダのような強力なデータベースと科学者たちの探求心が結びついたとき、医学はきっと新しいステージに進むはずです。私たちはこれからどんな発見をしていくんでしょうか。本当にワクワクしますよね。